こんにちは、リアちゃんです。どうも、あやかです。使用人チャンネルへようこそ。なんで使用人チャンネルに私たちが出てるの？何か使用人さんに事情があるみたいなんだ。事情って何よ？それは、まさか旅動画を作るのが面倒になったとか？皆まで言うな。マジか。面倒になったわけではなく、キャンピングトレーラーにまつわる解説動画とかを作りたかったみたいだぞ。でもこういうのってレイムちゃんとかマリサちゃんがやるもんじゃないの？それもいろいろと事情があるみたいだぞ。そうなの。まあいいけど。というわけで、初めての解説動画は使用人が感じた小型キャンピングトレーラーのメリットとデメリットを解説しようと思う。いきなりの導入。それでは皆様、ゆっくりしていってね。まずは使用人が乗っているレジスト6個のような小型キャンピングトレーラーのデメリットから。いきなりデメリット。心象悪くない？ゲインロス効果って知っているか？ゲイン小杉効果。ゲインロス効果だ。プラスとマイナスの変化量が大きいほど人の心に影響を与える度合いが大きくなる効果のことだ。そんな効果があるのね。真面目な青年がお年寄りに席を譲るよりも、見た目が怖いヤンキーがお年寄りに席を譲っている方が良い人に見えないか？確かに。下げてから上げるツンデレと同じだ。そんなことより早く解説してよ。よし、まずはデメリットを3つ紹介しよう。お願いします。デメリット1、止める場所に困る。これは見た文字の通りね。先に言っておくが、今から紹介するメリットとデメリットはあくまでも使用人が感じていることだ。トレーラーを駐車できる場所ってどこなの？高速道路のサービスエリアや道の駅、駐車場の広いスーパーとかだ。結構あるじゃない。コンビニは駐車場が広いかどうかが問題だ。駐車場が狭かったら難しい。知らない土地だとコンビニの場所も駐車場が広いかどうかもわからなくない？そうだな。知らない土地で運転中にトイレに行きたくなったらどうなると思う？想像したくないわ。 Google マップの衛星写真であらかじめ旅先で止められそうなコンビニを調べておくといい。私にそんな計画性があると思う。確かに計画的にトイレに行けるほど人間は器用にできていないしな。じゃあどうしたらよいのよ？助手席の人にスマホの Google マップで調べてもらう。使用人って友達いないからいつも一人で運転してない？友達のいない人にはトラック用のナビアプリがおすすめだ。そんなのあるのね。車両の全長などを登録しておけば通れる道や休憩スポットなどを案内してくれる。へえ、友達がいる人でもこれを使ったら便利そうね。有事の際に助手席の人が寝てるかもしれないしな。助手席って眠くなるのよね。デメリットにバックが激ムズ。なんとなく想像できるわ。普通車でバックするのが得意な人でもトレーラーが連結されるだけでハードモードになる。どういうことなの？まず全長がかなり長くなるので取り回しが大変になる。使用人が乗ってるボルボとレジスト6個はどのくらいの長さになるの？ボルボとレジスト6個を合わせるとおよそ9メートルくらいだな。9メートル？どのくらいだろう？マイクロバスがおよそ7メートル、大型バスが12メートルくらいだからその間くらいだな。やば。さらにそれが途中で折れ曲がることになる。折れ曲がる？ちょっと想像できないわ。まっすぐバックしているつもりでも少しハンドルが曲がっただけで後ろのトレーラーが意図しない方向へ曲がってしまうんだ。少しでも結構シビアなのね。特にレジスト6個のような小型トレーラーだと簡単にちょこまかと曲がってしまい修正するのが少し大変なんだ。へえ、小さいほど簡単と思ってたけど案外難しいのね。そうだな。あと目視やサイドミラーでは確認できない死角が発生してしまう。もし死角に障害物があったらぶつかってしまうわ。当たらなければどうということはない。バックするときは誰かに誘導してもらった方が安全だ。誰かにって友達のいない使用人はどうするの？バックする前に一度車から降りてバックする道筋や障害物がないか確認するか、あとは友達を作ることだな。そもそも友達が作れないのでは？あとこれが一番意味不明だと思うが、
トレーラーを連結した状態でバックするときはいつもと逆にハンドルを切る必要がある。マジで意味不明なんですけど、どういうこと？言葉で説明するのは難しいが、バックするときトレーラーはヘッド車が曲がる方向とは逆に曲がってしまうんだ。うわ、できる気はしないわ。さらにある程度トレーラーの向きが変わってきたら、今度はいつもと同じ方向にハンドルを回すんだ。ちょっと、どうしたらいいの？慣れだ。慣れ？そうだ。このバックの難しさは慣れである程度解決する。反対に言うと、慣れるしか方法がない。練習あるのにってことね。免許取り立ての頃は普通車でもバックするのに緊張してただろう。回数を繰り返すうちに慣れてくるはずだ。免許持ってないからよくわからないけど。デメリット3、ヘッド車に負担がかかる。ヘッド車って前で引っ張ってる車のこと？そうだ。ヘッド車にはトレーラーの荷重がかかることになるので、少なからず負担もかかる。ヘッド車に負担がかかるとどんなことが起こるの？まずいつもより加速がしづらくなる。なるほど。重いものを引っ張ってるから加速しづらくなるってことね。そうだ。高速道路の合流など加速が必要な場面では気をつける必要がある。まあ加速がしづらいだけだったら安全上は問題ないんじゃないの？そんなことはない。重くなったためにブレーキの制動距離も伸びてしまうんだ。それじゃあいつもと同じタイミングでブレーキを踏むと、ああ、大変なことになるかもしれない。なので車間距離を空けていつもより早めにブレーキを踏む必要がある。本当にこれは気をつけないとね。さらに重くなることでいつもより燃費が悪くなる。あまり環境にはよろしくないってことかしら。まあこれはキャンピングカーはどうしても普通車より重くなってしまうので、トレーラーに限ったことではないと思うが、トレーラーを引っ張ってない時と引っ張ってる時でどれくらい燃費は違うの？使用人のボルボの場合、引っ張ってない時は 10km、引っ張ってる時は 8km くらいだな。なんだ、半分くらいになると思ったけど、想像よりは悪くないわね。あと当然だがタイヤや変速機にも負担がかかってしまう。そもそもタイヤとかって負担がかかるもんなんじゃないの？その通りだが、そもそもの話で言うと、その車がトレーラーを引っ張ることを前提としていない場合、想定外の負担がかかることになる。トレーラーを引っ張ることが前提の車？そうだ。その車のカタログや説明書に最大牽引可能重量や垂直荷重限界という数値が書いてあるかどうかだ。書いてある車の方が少ないんじゃないの？日本だとそうかもしれないな。欧米はトレーラーの文化が根付いているので、輸入車の場合は書いてある可能性がある。じゃあ日本に住んでたら外車を買わないとトレーラー引っ張れないってこと？これはあくまで前提としているかどうかだ。前提としてなくともトレーラーを引っ張るための馬力やトルク、車重等を満たしていれば引っ張ることが可能だ。なんだ、じゃあ問題ないじゃない。トレーラーを引っ張るという想定外の負担が許容範囲内なのかどうか、ヘッド車やトレーラー販売会社に確認した方が安心だな。そう考えるとレジストロクコは日本のメーカーが作っているトレーラーだから、日本の車事情を考えて作られているってことかしら。その通りだと思う。レジストロクコは車重も軽くコンパクトでヘッド車への負担が少ない。さらに日本の狭い道路でも通行しやすい。まさに日本のためのトレーラーだな。以上がデメリットだな。長くなってしまったが、次はメリットの話をしていこうと思う。それでも使用人がトレーラーを買ったということは、デメリットを超えるメリットがあったってことよね。その通りだな。それでは小型トレーラーのメリットを3つ紹介しよう。お願いします。メリット1、運転がしやすい。ちょっとさっきは全長が長くてバックがしづらいって言ってなかった？確かにバックは難しいが、運転のほとんどは前に進むことだ。前に進む分にはとても運転がしやすい。全長が長いと曲がるときとか大変なんじゃないの？バスとかトラックが曲がるとき、すごく大回りをしているのをよく見るわ。内輪差の話だな。結論から言うと、
レジスト6個のような小型トレーラーの場合は内輪差はほとんど感じることはない。本当に？トレーラーは連結部分と車軸の関係から内輪差がもともと少ないんだ。曲がるときは車体も折れ曲がることがプラスに働くのね。トレーラーの運転が難しいと思っている人はもしかしたらトラックやバスを想像してしまっているのかもしれないが、実際はそこまで難しくない。案ずるより有無が安し、試乗できる機会があれば乗ってみるとわかる。試乗できる機会なかなかないわよね。少なくともレジスト6個を作っているミスティックは試乗させてもらえたな。気になる人は問い合わせてみても良いかもね。あと運転がしやすいと感じるもう一つの要因はいつも運転している車を運転しているからだと思う。いつも運転している車を運転している、どういうこと？使用人は買い物に行く時も遊びに行く時もいつもボルボを運転しているだろう。そしてレジスト6個を引っ張る時もボルボを運転する。いつもと変わらないんだ。なるほど。使い慣れた車でそのままトレーラーを引っ張れちゃうってことね。確かにそれは良いわね。ボルボにはアクティブクルーズコントロールやアダプティブヘッドライト、安全装置などが備わっているが、トレーラーを引っ張る時ももちろん使える。ジャパなんたらはよくわからないけど、快適装備をそのまま使えるってことね。メリットに旅先でトレーラーを切り離せる。トレーラーを切り離せることがどんなメリットになるの？デメリットの時に止める場所に困るって話をしただろう。確か広い駐車場がないと難しいって話してたわね。でもそれは旅先に到着するまでの話だ。RV パークなどに到着したらトレーラーを切り離してヘッド車だけで移動できるようになる。なるほど。旅先に到着した後はいつもの車で観光とか温泉とか行けるってことか。それは良いわね。あと当然だがヘッド車だけなので一体駐車場を含めたほとんどの駐車場に止められる。当然の話をあえてするってことはそれがメリットになるってこと？キャブコンなどの大きなキャンピングカーだと前方に制限のある駐車場に止められないことがあるんだ。とにかく切り離せれば身軽になるってことね。それと意外なメリットとしてヘッド車で移動する人とトレーラーに残る人で別行動ができるんだ。例えばヘッド車で買い出しに行く人とトレーラーに残って食材の下準備をする人に分かれられるのね。別にトレーラーがなくても別行動はできるかもしれないが、トレーラーはエアコンも効いてるし雨風もしのげるからな。友達のいない使用人には関係のない話じゃないの。別行動ができるのは人間だけではない。例えばペットの猫にエアコンの効いたトレーラーでくつろいでもらっている間に人間が観光や温泉に行くことも可能だ。確かに猫ちゃんに観光とか温泉にまで付き合ってもらうのはストレスになっちゃうかもね。使用人がトレーラーを選んだ最大の理由はそこにあるらしい。猫ちゃんのためなら仕方ないわね。メリット3、居住空間が広い。居住空間が広いって大きいキャンピングカーなら全部広いんじゃないの？確かに大きければ広い。火を見るより明らかな話だ。じゃあなんでトレーラーのメリットになるの？キャンピングカーは全てが居住空間ではなく運転席やエンジンルームがあるためその分居住空間は狭くなる。対してトレーラーは車体のほとんどが居住空間だ。同じ大きさならトレーラーの方が居住空間は広いということだ。なるほど、そういうことね。レジスト6個のような小型トレーラーでも中は結構広く使えるのね。運転席と居住空間が分かれていることで意外なメリットもある。例えば？運転席が結露しないということだ。結露しないの？部屋を温めると外気温との差で窓が結露するだろう。それと同じでキャンピングカーも外気温との差で運転席が結露するんだ。確かにキャンピングカーでエアコンを使ったりお湯を沸かしたりしたら結露しそうね。中に人間がいるだけで人が発する水分、汗、呼吸などでも湿度が上がって結露する。そう考えるとトレーラーは運転席と居住空間が完全に分かれてるから結露しないのも当たり前ね。特に
一晩過ごした後、次の日出発する時に運転席が結露してると拭き取る手間が発生するからな。トレーラーの意外なメリットね。以上が使用人が感じた小型トレーラーのメリットとデメリットだ。これからトレーラーを購入しようか検討をしている人の参考になったら嬉しい。突然使用人チャンネルに私たちが出てきてびっくりしている人もいるかもしれないけど。そうだな。でも今後も解説動画は作るかもしれないらしい。だからこれからもよろしくお願いします。チャンネル登録、高評価をしてくれると嬉しいです。